はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。今回はですね、過去にいただいたコメントで、どうして19年間働いてきた会社を辞めたんですかについて話そうと思います。この理由は過去の動画ではちゃんと話していません。会社を辞めて1年経つし、気持ちの整理もつきましたし、そろそろいいかなと思って動画にしました。辞めた理由は主に2つあります。1つ目は転勤、そして2つ目は母の死です。以上。それでは皆さん、バイバイ。と行きたいところですが、もう少しだけ話したいと思います。理由の1つ目は、私のこちらの動画、記念すべき1本目の動画で言ってますように、もう田舎に住みたくないというのがありました。私が以前働いていた会社は、とにかく転勤の多い会社で、北海道のあちこちに、支店というか系列店があるんですよ。当時の私は札幌近郊の町に住んでました。実家はここ札幌なんですけど、で、去年の3月に北海道のある地方都市への転勤の事例が出ました。久しぶりに札幌近郊に戻ってこれたのに、また田舎みたいな感じになりました。もちろん札幌市内にもその支店はあるんですよ。なのになんですよ。最後の勤務地は丸1年いました。その前は地方に丸2年いました。で、私の場合その19年間の社会人生活の中で札幌及び札幌近郊に住んでたのはその19年間のうちわずかに4年なんですよ。4年。だから残りの15年は札幌以外の地方都市で生活して働いてました。で、去年の3月にまた田舎に行ってくれという事例が出て、もうね、疲れましたね、気持ち的に。やっぱりその誰もいない、誰も知り合いのいない土地で、一から生活をすることのこの精神的なストレス、プレッシャーがなんかすごく重く感じました。でもこれは2つある理由のうちの、割合的には 20% ぐらいですね。はい。で、残りの 80% を占めたのが、理由の2つ目の母の死です。それは、末期がんの母親と離れてはいけないと思ったからです。私の母は5年前に乳がんを患いました。それまで母は毎年乳がん検診を受けてたんですよ。でも気づいたのは、自分で何気なく胸を触った時にしこりを感じたんですって。で、病院に行ったら乳がんだったと。失敗の一つ目としては、すぐに病院に行かなかったことです。はい。実際にしこりを感じてから病院に行くまで半年あったみたいです。別にこれ病院の予約が取れなかったとかそういうんではなくて、怖くて行けなかったみたいです。後々親父から聞きました。怖いというのは多分、自分が本当にもし乳がんだったらどうしよう、死んじゃうのかな、治るのかな、そういう恐怖が母の頭にあったのではないでしょうか。その時も私は札幌ではない地方の都市に住んでました。で、ある日の夜、母から電話がかかってきました。で、電話で聞いたのは、病院の検査後ということだったので、実際発覚してから、半年以上経ってたということになりますね。電話の向こうで母が、心配かけてごめんね、と言っていたのを私は今でも覚えてます。だからですね、しこりを感じてからすぐに病院に行ってたら、また事態が変わってたかもしれません。もし怖くて病院に行けないのであれば、誰かが付き添ってでも病院に連れて行くべきでした。当然親父も一緒に住んでるわけですし、自分だって休みの日にこの札幌に戻ってきて、そして病院に行けばいいだけのことなんですから。そして失敗の2つ目は、みんなで病院選びをしなかったことです。で、結局母が病院を選んだんですけども、母が選んだ病院は総合病院だったんですよ。がん専門ではなくて。一応その病院の中にもその乳腺外科はあったんですけども、総合病院。で、母も女ですから、やっぱりそのおっぱいを取るというのはかなり抵抗があったみたいです。だから最初はそのしこりの部分だけの一部摘出をして、で、その術後の検査で、転移してます。ということで今度も片っぽのおっぱいを全部摘出しました。で、またその術後の検査で、今度はリンパに転移してますって言われて、もうどうすることもできませんと言われました。だからですね、その総合病院の奴らは、切って終わり、転移した。じゃあこっちも切りましょう。こっち転移しました。もうお手上げです。なんですよ。で、結局母はここからがん専門の病院に転院しました。今度はがん専門の病院なんで、必要によっては切除と、で、抗がん剤治療と、内側と外側からの治療をすることになりました。
だからですね、初めからこのがん専門の病院に行ってたら、また事態は変わってたと思われます。その総合病院を選んだのは母なんですけども、じゃあなぜ母がその病院を選んだのか。私が仕事を辞めて実家に戻ってきて分かった気がします。新聞の折り込みチラシにその総合病院の講演会みたいなチラシが入ってた時があったんですよ。いろんな病気についてその担当の先生が説明するみたいな。で、その中に乳がんもあったんですよ。実際しこりを感じてから病院に行くまで半年間あったんですよ。だからそのどっかの段階でもしかしたらその新聞の折り込みチラシが入ってきて、で、それを母が目にして、じゃあここの病院にしようと決めたかもしれません。自分もダメだったのが、その母から乳がんになったという知らせを聞いたときに、正直これで母親が死んじゃうのかなという絶望感に苛まれたんですよ。だからもしかしたらその適切に処置をしていれば、まだ十分に助かる命だったかもしれません。なのに私自身、その乳がんについて、調べたりとか、あと病院をリサーチするということはした記憶がないんです。で、話を戻しまして、私の転勤に出たのは1年前の3月です。でもその時に母はがん専門の病院に入院してたんですけども、担当の先生からですね、余命宣告がありました。もって夏までと。それを聞いた時、転勤してる場合じゃないや、と思って転勤を断りました。前の会社はですね、転勤の事例を断ったら、じゃあさよならという会社だったので、多分どこもそうだと思うんですよ。会社命令を断ったんですから。で、私は結局会社を辞めて、19年ぶりに実家に戻って生活することになりました。その余命宣告を受けたとき、母としては、じゃあ今の使っている薬がダメだったら違う薬はどうなんですかという感じで、ものすごく生きる気持ちは全然消えてなかったんですよ。ただですね、もう母にはその強い薬に耐えられる体力が残ってなかったんですよ。下手したらその強い薬で逆に死を早めてしまう恐れがあると。で、そこからはですね、抗がん剤治療はやめて、痛みを和らげる薬だけを使って残りの人生を過ごすという感じになりました。で、先生からはですね、いつ病院から連絡が行くかわからないので、覚悟だけはしておいてくださいと言われました。もうそれからですね、もう家で過ごしてても、もう落ち着かないんですよ。だからですね、夜寝るときは病院から連絡が来ずに朝を迎えられますようにと思ってましたし、朝起きたら病院から連絡が来ずに夜を迎えられますようにと願ってました。これ本当に。で、そこからは早かったですね。はい。で、去年の5月6月って、緊急事態宣言で皆さん家にいたじゃないですか。だから病院の面会も基本面会禁止なんですよ。ただ、母の場合は、その末期の癌だったんで、面会はなんとかできました。ただし、回数少なめの時間も短めという条件付きで。で、面会行くたびに、その母が弱っていくのがもう手に取るようにわかるんですよ。見た目的にも、反応的にも。だからですね、その毎回もう面会行くたびに私、泣いてました。そして6月のある日、その時が来ました。朝5時に病院から連絡が入りました。で、私と親父と妹の3人ですぐに病院に向かいました。で、本当ですね、本当30分。我々が着いて30分で母はもう眠るように息を引き取りました。だからもし私が3月にその地方都市に転勤してた場合、仮に高速道路で時速200キロを出したとしても間に合わなかったと思います。だから母の死に目に会えただけで、仕事を辞めた価値はあったと私は思ってます。もちろん前の職場の上司にはその母の病状は伝えてました。だからですね、私が退職を申し出た時も退職ではなくて休職ならどうだいという提案があったんですよ。けど、その休職にした場合、最大で夏まで3月から夏までのその数ヶ月間、本来私が行くべきポストが空いたままになる。ということは、周りの皆さんに迷惑をかけることになると思ったんで、いっそのことをやめました。これがですね、私の1本目の動画から2本目の動画の間が空いてた理由になります。もうね、動画作ってる場合じゃないんですよ。気持ち的に。で、6月に母が亡くなって、四十九日を終えて、心にもちょっと
余裕が出てきたんで、動画作りを再開したのと、仕事を探そうと思いました。そしてその時にちょっと興味のあったウェブデザインをやってみようと思って、職業訓練校に通い始めました。ただですね、このウェブデザインはですね、半年学んだだけで職に就けるような、実際はそんな甘い世界ではなかったです。だからですね、私今回のこの退職からの転職は、母がくれたチャンスと思ってます。ここからはまた違う人生を歩んでいいんだよという。で、さらにその職業訓練校で会ったY子さんにしても、母の死がなければ会うことはありませんでした。だから頑張りたかった。でも、振られました。一番の後悔はですね、母が生きてるうちにもっと早い段階でお嫁さんを連れて行けなかったことです。仕事をしてた時はですね、もう毎日がいっぱいいっぱいで、休みの日にも仕事するみたいな家で、だからそんな結婚をするとかそういう気持ちにはなれませんでした。だからですね、せめて今度は親父が生きてるうちに、親父と今一緒に暮らしてるんで、親父が生きてるうちにお嫁さんを連れてこれたらいいなと思ってるんですけども、まずは職を探せってことですよね。ということで、転勤、そして母の死、これが私が前職を辞めた理由になります。で、今回のこの動画の最後にですね、母の葬儀で実際に流した母の半生を振り返る VTR を載せたいと思います。もちろんこれ私が作りました。興味のある方はご覧になってください。興味のない方はここで離脱してもらって構いません。母の場合は、交通事故と違って、死ぬのが確定されてたので、事前のその葬儀の準備とかは進めてました。その時が来たら、あとは電話するだけみたいな。だからこれからご覧いただく VTR も作る時間はあったんですよ。最後のその亡くなった日にちだけを空欄にして。もうね、これ本当泣きながら作ってましたね。はい。VTR の中で母の顔は出してます。はい。で、最後にも1枚出てくるんですけども、それは私が一眼レフでガシャッと撮った写真になります。で、これは遺影にも使いました。はい。ということで、それではご覧ください。どうぞ。